こんにちは、名神工業です。今回は皆さんおなじみのシリコーンコーキング剤。このコーキング剤にクリア色ってありますよね。じゃあクリアってどんな色というのが今回のテーマです。もちろんクリアというからには透明でしょとお思いでしょうが、厳密にはちょっと違うんです。今回はホームセンターに売られている代表的なシリコーンコーキング剤にもう一つスペシャルなコーキング剤を買ってきました。それではご覧ください。はい、今回購入したシリコーンコーキング剤はこちらです。セメダイン株式会社のシリコーンシーラント8060プロ、それからセメダイン株式会社の8070プロ、こちらは先ほどの8060に防カビ剤を添加したものです。カインズホームのオリジナルシリコンジスシーラントですね。こちらは少し安く売られているんですが、内容量がこちら 300ml ですね。こちらの場合はわかりますかね、 330ml 333ml とかですが、 300ml 入りということで地味に内容量が少なくなっています。それからこちらは、僕が購入したホームセンターで売ってないのか、元から設定がないのか、防カビ剤のものがありませんでした。はい、そして次がこちら、私どもが仕事でよく使うコーキング剤です。モメンティブパフォーマンスマテリアルズジャパン合同会社、ちょっと長い名前なんですが、トスシール381です。このメーカーはトスシール83という防カビ剤入りのシリーズがあるのですが、その防カビ剤入りのシリーズにクリア色はありません。つまりこのメーカーはクリアの防カビ剤入りはないんです。そして最後は信越化学工業の一液型 RTV ゴム KE450 です。 RTV とはルームテンプリチャーボルカネイティブの略で、常温効果、室温効果という意味ですね。みんなそれぞれ室温効果、常温効果ですので、特別なことはありません。何が特別かというと、これはハイクリアタイプ、特に透明度の高いものです。ホームセンターでは売っていないと思いますが、買うとすればここに並んでいるコーキング剤の10倍くらいの値段ですね。このそれぞれのコーキング剤をこのようなものを使って実際の透明具合を見てみましょう。はい、それではまず最初にセメダイン社の8060プロから打っていきたいと思います。こんな感じです。次はセメダイン社の8070プロ防カビ剤入りのクリア色です。次はカインズホームオリジナルのコーキング剤です。意外と透明です。次はトスシール381です。どうですかね。やっぱり防カビ剤が入っていると透明度がかなり失われますね。防カビ剤が入ってないものは3種類ともそれほど透明度に差はありませんが、はっきりとしたクリアではなくて少し濁ったクリアなのが分かりますね。そこでこの信越のハイクリアタイプ、これ試してみましょう。KE450
450ですね。行ってみましょう。おー、めっちゃ透明だ。わかりますか？はい、このように5種類コーキング剤クリア、同じクリアなんですけど5種類打ってみました。防カビ剤が入っているものはクリアといっても少し白く濁ってますね。あとさすがにハイクリアタイプ、かなりクリアですね。ちゃんと裏の文字が見えてますね。もう少し拡大して見てみましょう。こんな感じ、わかりますかね。意外とカインズのシリコンがちょっと透明、まあ多少厚みの違いがあるかもしれないですけども、ちょっと透明ですね。あとは硬化してからもう一度様子も見てみましょう。はい、こちらが1日経って硬化した映像です。あんまり変化はないですけども、やはり防カビ剤が入った8070プロ、少し白く濁ってますね。下の文字が全く見えませんね。こんな感じです。上から8060プロ、8070プロ、それからカインズのジスシリコーン、割と透明ですよね。そしてトスシール381です。それからこれ信越化学工業の KE450、 もうかなりクリアですね。はい、シリコンのクリアでもこんなに違いがあるんですね。皆さんも全然透明じゃないじゃんなんてびっくりしないでくださいね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。名神工業でした。